はい、こんにちは。13回、いよいよですね、アスケンの授業も13回を数えることになりました。今日から話題をガラッと変えました。場合の数の話に入りたいと思います。今日はその初めての1回目ということで、基本的な話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。まず問いなんですけども、4人の中から3人を1列に並べなさいという問題を出しています。で、こういった場合の数を考える場合には、基本は数式に頼ることなく、書き上げなんですね。さあ、ちょっと最初なので、私と一緒に頑張って何パターンあるのか数えてみましょう。一番左、4人を A さん、B さん、C さん、D さんとしましょうね。まず一番左、A さんとします。そうすると、2番目、その次の人は B さん来るか、C さん来るか、D さん来るか。こういうふうになりますね。でその次、A さん、B さんが来た場合には残りは2人ですので C さん、D さん。この場合には B さん、D さん。この場合には A さん、違いました。失礼しました。こういうのも大事ですよ。B さん、C さん。ね。じゃあ、この一番左足、B さんが来た場合。真ん中は A さん、C さん、D さん。じゃあ、BA と来た場合には C、D。BC と来た場合には AD。BD と来た場合には AC と。こうなりますね。さあ、まだ頑張りましょう。もうちょっとです。一番左、C さんが来た場合。A さん、B さん、D さん。で、C さん、A さんと来た場合には、B さん、D さん。さあ、どんどん行きましょう。A、D、A、D と。こうなります。一番左足、D さん来た場合。A さん、B さん、C さん。そしてそのそれぞれに対して、DA と来たらば、B さん、C さん。DB と来た場合には、A さん、C さん。DC と来た場合には、A さん、B さん。このようになります。これで全て数えたことになりますね。これがまず基本なんですね。何か入試問題でやるときでも、数式でイメージできないときには、ひたすら数え上げてみる。これも十分評価されます。よろしいでしょう。ところがですね、ある程度、規則的な場合には、じゃあこれを全部書き上げるのは時間かかってしまいます。計算で出してみましょう。まず、一番左端の人は、A さん、B さん、C さん、D さんと4パターンあります。4通りありますね。そして、そのそれぞれのパターンに対して、真ん中に並ぶ人は3通りずつ出てきてますね。そしてさらに一番右の人は、それぞれに対して全部2通りずつ起こってます。そうすると、この全てのパターンも数えたらば24通りだったと思うんですけども、計算ではどう出せるか。それぞれのパターンに対して、おのおの3通りずつあります。ということは、この時には、掛け算を使うと、あっという間に計算が出せますよね。そしてここまでの12パターンに対して、またさらにおのおの2通りずつばらけています。また掛け算します。で、これを全部計算すると24通りと。このように計算で出すこともできますよ。で、このように基本的に何人か、いくつかのものの中からいくつかを並べるといった場合には、このように規則的な計算を出すことができます。で、これを順列の計算と言います。今回の問題の回答としては、4×3×2 の24通り。で、これを記号で 4P3 ね。4つの中から3つを並べるということです。P というのはパーミュテーションという英語の頭文字です。確認しましょう。4つの中から
3つを並べます。3つを並べるので、ここに数字が3つ並ぶ。3つカウントダウン。こう考えてみるといいと思います。ここまでよろしいでしょうか。さあ、では次に参りましょう。じゃあ今度は4人の中から3人を選べ。並べるんじゃなくて選ぶ。選ぶということはどういうことでしょう。順番を入れ替える必要性ありませんね。ということはまた基本に戻ってちょっと数えてみましょう。どうなんでしょうか。まず A3、B3、C3 集まって並べ替える必要性ありませんから、もうこういう場合ですね。A3、B3、D3。他には A3、C3、D3。他には B3、C3、D3。この4つのパターンしかありません。つまり答えは4通りなわけです。で、このように4人の中から3人を選ぶ。数少ない場合には数え上げた方が絶対早いわけですね。ところがこれが10人の中から5人を選べとかなった場合には、やはり計算出せるようになった方がいいと思います。さあ、その時にはどう考えましょうかということですね。私が左半分でまず並べる話をしました。なぜこういう話をしたかというと、この左側を利用して右側の選ぶ場合の計算出すことができるわけです。確認していますね。まず ABC と選んだ場合、左では並び替えると ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA、ABC を入れ替えたこの6通りがこの左の図の中に隠れてた。ということで、左から右を見た場合には、この6つのものが全部一つにまとめられるということです。例えば、このパターン見てみましょう。BCD、BCD、BDC、CBD、CDB、DBC、DCB。やはりさっきと同じ B と C と D を入れ替えた6パターンが左にはばらけて表現されています。それが全部一つにまとまったものが選ぶという意味なんですね。このように考えると、残り2つやってませんけど、この2つも全部この中に今いろいろしてない6つずつ隠されていることになります。後で確認してみてください。ということを考えると、次のように計算に出すこともできるのではないでしょうか。それは、まず、並べます。24通りあるわけですね。ところがその24通りのうち、6つずつ同じものが入っています。例えばこういうのを例えましょう。24本のジュースがあります。6本ずつ同じジュースです。何種類のジュースがあるでしょうか。皆さんどういう計算を出しますか。24を6で割って4種類と考えますよね。それと同じように考えることができます。この3つを入れ替えた 3×2×1 の6通りずつが全部一緒です。ですから一緒なので、先ほどのジュースの話と同じように割って計算します。別の表現直しますと、さらに簡単に計算できます。約分ができます。4通り。こういうことですね。これを記号では選ぶわけですから、4C3 と、このように表現するということです。この C はコンビネーションの C です。よろしいでしょうか。4、3。で、さっきと同じように、3をスタートにしてカウントダウンしているということですね。さあ、ここまでよろしいでしょうか。ポイントです。組み合わせの考え方は、まず、並べて、そして割るということです。こ
このように計算に出すこともできますよということです。さあ、今から練習を2問やってみましょう。はい、1番目。5P3。2番目。6C3。はい、ちょっと時間取りますのでやってみてください。では解答します。5P3。これは5人の中から3人を並べるということですので、5人をスタートにして、3つの数字をカウントダウンします。したがって、60通りということになります。よろしいでしょうか。下は 6C3。つまり6人の中から3人を選べと。いきますよ。まずは並べます。そして3人ですから、その3人を入れ替えたものがダブってますので割ります。6、5、4の3、2、1と。あっという間に約分して計算ができます。20通りということになります。さあ、今日からはこのように場合の数の話をしていきたいと思います。今日はそのうちの基本でしたけども、いかがでしたでしょうか。ではまた次回、ありがとうございました。